こんにちは、ときです。今日はですね、キャンプに最適な水筒をご用意しました。それは何かと言いますと、これですね。これ、アルミ缶。これを使っていきたいなと思います。で、これも、これに水入れて、で、かつ、まあなんかコーヒーでもお茶でもいいですやんか。飲みたいなって思ったら、このまま、あの、焚き火で、このまま、まあこれ、ちょっと開けないといけないとは思うんですけど、開けるかちょっと弱くして、そうじゃないとちょっと爆発したら怖いんで、これで、そのまま焚き火で水を沸かせるんじゃないかと。一石二鳥以上じゃないですか。なんかよくわかんないけど。このまま持っていって、ほんでそのまま焚き火でポーンって置いて、水が沸かせるという画期的なアイデアと思いません？なので一回ちょっと実験してみたいなとは思います。ではでは。一応水入れてます。こんな感じで。では、ちょっと小汚くてすいません。独身なもので。これでほんなら焚き火で燃やすと。多分焚き火よりか火は強いと思うので、これで一回実験してみたいと思います。沸騰しましたね。こんな感じで。なら、これを、ちょっとごめんなさいね。カメラ持ってるんで、やりにくいんですけど、これをやって、怖いんです。こういう感じで、持って、ちょっと、よいしょ。で、この中に入れましょうか。こんな感じで。あ、怖い怖い怖い。どうですかね。そんな成分とか見当たらないとは思うんですけど、ねえ、熱っと思うんですけどね。ほら、OK じゃないですか。んで、熱っ普通に触ってもうた。普通のカンカンと勝手に無意識して、無意識になかなか持ちにくい。これってちょっと、よし。何これ。リラ。うん。いい感じです。別にそんな変わった味はしてませんね。うん、うまい。やっぱ日本人はお茶ですよ。うん、全然大丈夫です。こんな感じで。だからこれ、
あれですよね。キャンプの水筒としてはありですよ。で、漏れてなかったし、ちょっと待ってな。今ちょっと水入ってるお湯か。熱々。熱いぜ。まあ、漏れてないですよね。で、意外なのは、何もその損傷がないというか、すごいですね。いい感じですよね。こんな感じです。ただいまおつなぎしております。サントリーお客様センターでございます。ご電話ありがとうございます。サントリーお客様センターでございます。あ、すいません。はい、あ、よろしいですかね。お願いいたします。はい。サントリーさんで、極利っていう、ジュースあるじゃないですか。ございます。で、ちょっと見たんですけど、はい、これアルミ缶になってて、はい。で、これ中って何か塗装とかされてるんですか？国理のアルミ缶の中ははい。塗装がしてあるかということでござい何ますね。か塗ってあるとか、はい。何か塗ってあるかどうかということでございますか。はい。何かご心配事がございますか。あ、ちょっとツイッターとかで見て、アルミはい。缶の中って何か、どう言ったらいいんですかね、なんか塗ってあるとかなんか言ってて、それがほんまかどうかがわかんないんで、はい。はい、それで聞いたんですけど、ツイッターでアルミ缶の中は何かが塗ってあるということをどこかでそう発ですね。見なさられたんですね。はい。何かと何でございますか。塗いや、装のそれを聞きた機械でいんですよ。ございます。それを聞きたいんですよ。さはい。ようでございますか。さようでございますね。それでは少々お調べいたします。はい。少々お待ちくださいませ。はい。お客様大変お待たせいたしました。はい。はい、アルミ缶についてでございますが、はい。こちらアルミ缶の内側ははい。コーティングがされております。あ、そうなんですか。コーティングは、はい、このアルミ缶からのアルミがですね、溶け出すことがないように、はい。きちんとコーティングがされております。溶け出す。そしたらこれは、なんか熱とかでっていうことですか？さようでございますね、はい。熱とかでというのは、熱などで溶け出さないようにというご質問でございますか。あ、そうですね。で、もしあれでしたら、その耐熱とかも、耐熱何度ぐらいまでいけるとかも教えてほしいんですけど。コックリの缶が耐熱何度まで耐えられそうるかですね。ということでござはい。いますか。さようでございまして、こちら、コックリは冷たいお飲み物ではいはい。ございますので、耐熱何度が限度であるかという実験はいたしてはおりませんが、はい。何かご心配なことはございますか。いや、だからコーティングが剥がれたりとかして体内に入るとかになったら怖いなとは思ってるんで。さようでございますか。はい。コーティングが剥がれて、体に影響を及ぼさないかとご心配でいらっしゃるということですね。そうですね。こちらは大丈夫でございます。缶の内側がコーティングされておりますので、はい。アルミが溶け出すことはございませんし、はい。人体に影響がないということも、アルミが溶け出さないようにしておりますので、確認をしております。それなので大丈夫でございます。その大丈夫っていうのは温度変化があっても大丈夫っていうことですか？
体の温度が加わっても溶け出すことはないでしょうかというご質問でございますね。そうですね。はい。はい。具体的に何度ぐらいお考えでいらっしゃいますか？いや、何度ぐらいまでいけるかっていうのを教えてほしいんですけど、まあ、凍るにしよう、暖かくなるにしよう、はい。はい、どっちかですね。だから何度から何度まで耐えれるっていうのを教えていただきたいです。何度から何度ぐらいまでアルミ缶は耐えられるかということでございますか？あ、これほんで、あと、あれなんですか、何回も使用してって言ったらおかしいですよね。もう大丈夫っていうこ何回リサイクルできるかということでございますと。いや、ね。まず、コーティングは剥がれないんですか？でもずっと、あれですか。そうですよね。ずっと飲料水入ってますもんね。それは大丈夫なんか。すみません。独り言です。温度ですよね。だからそうしたら。はい。こちら、一般的に、はい。暑さ、寒さには耐えられる普通の、温度でございましたら、はい。特に人体に影響がないことも確認しておりますし、はい。アルミ缶が溶け出すことはございませんので、はい。大丈夫でございます。具体的に何度から何度という詳細はご案内はいたしておりませんが、問題がないことは確認しております。そうなんですか。はい。わかりました。はい。ちなみにほんなら、そのコーティング剤の名前教えてもらえますか？こちらの缶の内側のコーティングについてでございますはい。が、こちらは戦後にも関わることでございますので、はい。詳細はご案内はしておりません。ほんだら、とりあえず大丈夫っていうことですね。そしたら。さようでございます。はい。溶け出すっていうことはないっていうことですよね。飛び出すことはなく、溶け出すこともなく、大丈夫でございます。わかりました。はい、わかりました。すいません。はい、大丈夫です。はい。お問い合わせありがとうございました。はい、失礼します。失礼いたします。はい。ということです。ただ温度とか、はちょっとやっぱし教えてくれなかったですね。で、結局、メーカーさんに電話して、耐熱とかがちょっとわからなかったんですけど、でも言い草やったら多分結構、耐久性は、感じですね。で、僕自身も調べました。そしたら、大体アルミのコーティングって言えば、アルミ缶のコーティングといえば、そのエポキシ樹脂系のコートをしているみたいですね。で、大体耐熱温度が、耐熱エポキシ樹脂、耐熱のエポキシ樹脂でしたら大体200度から300度ぐらいらしいんですよ。で、ネットでいろいろ調べたんですけど、70度から80度っていうのもあるみたいなんですけど、大概はおそらく200から300のエポキシ樹脂を使っているんではないかとは思います。で、根拠としては、他メーカーですけど、あれですわ、アルミの缶詰とかがあって、密閉後、だいたい120度ぐらいで、殺菌したりとかもするらしいんですよ。なので、多分おそらく耐熱は大丈夫なんかとは推測されます。ただ、僕も自分で実験して、やったことではないので、わからないです、そこは。んで、もしかしたら、もちろんその成分が、徐々にって言ったらおかしいですけど、やっぱし物なんで、コーティングが
多少なりとも剥がれたりとかする可能性ありますよね。だからそれは一概には成分が溶け出してるとか、じゃあ溶け出さないと、一概に成分は溶け出さないとは言い切れないです。可能性はやっぱしありますので、だからもうはっきり言ってこれはもう自己責任でやってくださいっていう世界になってくると思います。まあまあでも正直、大丈夫なんちゃうかなとは思うんですけどね。そこはもうやっぱしもうご自身で自己責任でやっていただきたいと思います。で、あとね、なんかエポキシ樹脂の内面コートでやっぱし厄介なのが果汁なんですって。果汁。僕それで見てすっごい納得したんですけど、こういうアルミ缶とかで多分果汁100%とかないんちゃうかなとは思います。で、なんでかいうとやっぱしクエン酸とかでやはり溶けるらしいですよ。で、まあこれは22%なんで、22%やったら大丈夫なんでしょうね、おそらく。だから酸がやっぱし強かったら、そのエポキシ樹脂のコートも内面コートもおよそ剥がれるという感じですね。だからそこら辺は気をつけて